ここは一体どこなのだ？確か家で動画撮影をしていたはずなのだが。起きるのだ、紬。舞茸はスキャンできないよ。起きるのだ。ここは、さっきまでアニメを見ていたはずですが。何か鳴っているのだ。映写機の音みたいですね。遮影機？幽霊退治ができません。お目覚めのようですね。あなたは誰ですか？姿を見せなさい。そうなのだ。その要望には答えられないが、便宜上 R とでも呼んでくれたまえ。一体何が目的なのだ？諸君らに課せられた試練は一つ。2600K を搭載したコンピュータに Windows NT 4.0 をインストールするのだ。成功すれば解放しよう。だが失敗すれば壊れた Windows 2の姿を永遠に眺め続けることになる。あれはもう嫌なのだ。もうやめて。ずんだもんの精神のライフはとっくにゼロよ。成功させればよいだけの話だ。それもそうですね。そんな簡単な話なのだ。多分いけるんじゃないですか。今のパソコンで動く気がしないのだ。そんなことはないですよ。今でもみんな NT を使っているはずです。嘘なのだ。Windows 10や11ですけどね。それらも NT なのだ。基本設計は NT3.1 から変わっていないので NT10.0 ということになっていますね。それはすごいのだ。ではそろそろ作業を始めてもらおうか。諸君らの健闘を祈る。とりあえずパソコンを見てみるのだ。そうですね。これみたいなのだ。いつものやつですね。一緒に連れてきたみたいなのだ。中身を確認してみましょう。中身はこんな感じなのだ。相変わらず芸術的な配線ですね。謎の芸術？ LS120 ではなく普通のフロッピーですね。それ以外はいつもと同じですね。構成をまとめるとこんな感じですね。じっくり見たい場合は一時停止するのだ。実は下の説明欄にも書いてあります。ちなみに NT4.0 は USB を利用できません。それはとても不便なのだ。PS2 のキーボードとマウスが必要なんですけど、このマザーボードには片方しかつなげません。分岐ケーブルには対応していないのだ。分岐ケーブルも使えません。両方つなぐとキーボードだけが反応します。それはとても手抜きなのだ。幸いなことにエミュレート機能があるので USB キーボードを PS2 として偽装可能です。それは良かったのだ。マウスが PS2 接続でキーボードが USB 接続ですね。水没品を買ってスイッチを交換したものです。ついでに売ってない白軸仕様にしました。 LED の色が何箇所か壊れているのだ。全部ピンクに光らせれば目立ちませんよ。というわけで起動してみましょう。ポチッとなのだ。すかさずデリートキーを押します。BIOS 画面が表示されたわけですけど、なんかもわもわしててよく見えないのだ。BIOS 画面のエフェクトのせいですね。それは良くないのだ。画面が見えないのでキャプチャーにしますね。というわけでこちらが BIOS 画面です。見ての通り CPU は i7-2600K です。メモリは 8GB 搭載されています。そんなに使えるのだ。多分32ビットの範囲は使えます。まずは CPU の設定でコア数を減らします。なぜ減らすのだ？コアが複数あるとインストール中に止まります。なので途中までシングルコアに制限します。なるほどなのだ。ハイパースレッディングも無効にしますね。こちらも同じ理由ですね。ロンビコアが選ばれると性能下がりますし。それはいらないのだ。続いて
ストレージの設定ですね。SATA コントローラーを IDE モードに変更します。それはなぜなのだ？当時は SATA がなかったので AHCI モードだと使えません。なので IDE 接続に見せかける必要があります。それは重要なのだ。ちなみに IDE として使えるのは0番から3番までの SATA ポートだけです。4つしか使えないのだ。残りを SATA として使える場合もあります。機種によるのだ。設定できたので保存して終了しますね。準備完了なのだ。こちらが NT4.0 のインストール CD です。CD ドライブに入れておきました。まずは電源を入れましょう。ポチッとなのだ。NT4.0 はブータブル CD なのでインストーラが起動するはずです。それは便利な仕様なのだ。95、98、ミーでも OEM 版ならできたりします。そうなのだ。ものによりますけどね。なんか再起動したのだけど。実はこれ起動できないんですよね。それはなぜなのだ？ CPU の識別値が新しすぎるので対応 CPU とは判断されません。どの CPU なら動くのだ？一概にどの世代の CPU まで可能とは言えません。 CPU-ID を取得する仕組みの問題なのでよくわからないのだ。詳しく知りたい場合は下の説明欄に解説のリンクがあります。英語で書かれてますけど結構なのだ。この問題はサービスパック6で修正されます。今すぐそれを入れるのだ。サービスパック6を入れるにはですね、先に NT4.0 を入れる必要があります。あ、まるで缶切りの缶詰ですね。ははは。笑い事ではないのだ。海外の人が対策ツールを作っているので今回はこちらを利用させてもらいます。ありがとうなのだ。入れたフロッピーがここにありました。とても没合展開なのだ。 MS-DOS の起動ディスクを改造したものです。設定はこんな感じですね。とても短いのだ。ドライバ類は入っていません。ただの最小構成ですね。なぜ MS-DOS のフロッピーが必要なのだ？対策ツールが MS-DOS のソフトなのであらかじめ MS-DOS を起動する必要があります。なるほどなのだ。ちなみに対策ツールは CPU-ID を偽装します。偽装するとマルチ CPU 関係の不具合が出ます。どんな不具合なのだ？シングルコアに設定しないと途中で止まります。Oh no. だから BIOS 画面で設定したのだ。マルチコアが有効のまま動かすとですね、このエラーを押すフレーム表示して再起動かかります。格闘ゲーマーなら読めるのだ。エラーの内容を意訳するとですね、この CPU がマルチになれるわけないじゃん、無理無理無理だったといった感じの意味になります。おフロッピーを入れて起動してみましょう。フロッピードライブに差し込むと使えます。知っているのだ。知らない世代もいると思うので1割くらいしか来ないのだ。電源を入れてしばらく待つとフロッピーから MS-DOS が起動します。いつ見ても地味なのだ。というわけで MS-DOS が起動しました。セット CPU-ID コマンドを実行します。ダウンロードした対策ツールなのだ。いろいろと説明が表示されますが基本的に操作する必要はありません。 CPU-ID を書き換えて CD から起動が始まります。この模様は何なのだ？青画面になるとなぜか網目模様が出ます。不思議なのだ。それはともかく今度は起動しましたね。順調そうで何よりなのだ。あ、止まったみたいです。今度はなぜ止まったのだ？拡大するとこんな画面です。起動デバイスにアクセスできないと書いてあります。起動デバイス？
通常はハードディスクのことですね。インストール時は起動 CD も含みますね。ふむふむ。IDE コントローラーが対応していないみたいです。もしくは容量が大きすぎるか？この問題自体は90年代からありましたね。なら解決策を出すのだ。一番有名なのは F6 キーを押す方法ですね。起動の途中で F6 キーを押すとドライバの追加画面が表示されます。フロッピーから新しいドライバを読み込めます。では早速それを試すのだ。今やってるんですけどね。元々の IDE ドライバもロードされるみたいで、その時点でクラッシュします。話にならないのだ。解決策としては、インストーラの IDE ドライバをサービスパック4のものに置き換える方法ですね。どうやって置き換えるのだ？一つ目は CD の中身を吸い出して、ドライバのファイルを上書きして、CDR で円盤に焼く方法ですね。他にもあるのだ。二つ目は MS-DOS 版のインストーラですね。CD の中身をハードディスクにコピーするので、その隙に上書きします。どちらがいいのだ？今回は円盤を作りましょう。ここに NT4.0 の CD があります。中身を適当なところにコピーします。吸い出すのだ。20分くらいかかるので早送りしますね。128倍速なのだ。コピーが完了したみたいですね。このフォルダに CD の中身が入りました。次はどうするのだ？次は IDE ドライバを更新します。NT4.0 の CD を取り出して、サービスパック4の CD を入れます。ディスクが入れ替わったのだ。CD ドライブを開いて IDE ドライバーを検索します。ファイル名は ATAPISys ですね。複数見つかったのだが、NT4.0 はいろんな CPU に対応しているので、ドライバのファイルも複数あります。なるほどなのだ。今回は85環起用しか使えませんが、とりあえず全部上書きしておきましょう。全部上書きできたのだ。準備ができたので書き込みですね。ブートイメージの吸い出しが必要なので、もう一度 NT4.0 の CD に交換します。書き込みソフトは IM 版を使います。ファイルとフォルダの書き込みを選択します。右側からアドバンスのタブを開いて、ブータブルディスクのタブを開きます。ここから CD のブートイメージを吸い出せます。CD ドライブを選んでフロッピーのボタンを押します。わかりやすい適当な場所に保存します。なんか出たのだけど、ブートイメージを今すぐ使うかお聞かれます。はいのボタンを押すと自動で設定されます。これで起動可能な CD になります。それは便利な機能なのだ。CD からコピーしたファイルを選択して、書き込むファイルのリストに登録します。またなんか出たのだけど、これは OS のインストールファイルっぽいので、設定変更しないと使えなくなると書いてあります。はいのボタンを押すと自動で修正されます。とてもお手軽なのだ。ファイルが登録されたら準備完了です。空のディスクを入れまして、書き込みボタンを押すと ISO イメージの作成が始まります。ボリュームラベルは元のままでいいでしょう。このままはいのボタンを押します。出来上がった ISO イメージの情報ですね。なぜかサイズが 700MB を超えているので、800MB の CDR がないので書き込めません。吸い出す前は 500MB くらいだったのだ。なぜかわかりませんが、吸い出したら増えました。私にもわからん。仕方ないので、デーウィデに焼いています。それは贅沢な話なのだ。20分くらいかかるので加速します。128倍速なのだ。書き込みが完了しました。これでインストールできるのだ。さあ、どうでしょうか？こちらが出来上がったデーウィデですわ。もったいないので消せるタイプです。
それはエコなのだ。というわけで、もう一度起動してみましょう。ポチッとなのだ。フロッピーから MS-DOS が起動します。相変わらずシンプルな見た目なのだ。MS-DOS が起動しました。セット CPU-ID を起動します。操作は必要ないので見てるだけです。CPU-ID を偽装して CD から自動起動します。始まったのだ。今度は止まりませんね。さっきより進んだのだ。NT4.0 の通常のインストールは皆さん経験済みだと思うので、早送りでささっと進めますね。そうは思えないのだ。ここで領域確保してますけど、空っぽのハードディスクを使ってください。でないと起動中に止まる場合があります。SSD でも構わないのだ。というわけで、インストールの1段目が完了です。フロッピーを取り出せと書いてありますが、取り出すわけにはいきません。取り出すと無限に再起動するのだ。とにかくリターンキーを押して再起動します。再起動が完了しました。セット CPU-ID を起動します。おなじみのやつなのだ。ちなみに何かキーを押すと中止されます。ハードディスクから自動起動します。何か始まったのだ。NTFS の変換が始まりました。はじめは FAT26 でファイルを書き込んで、初回起動時に NTFS に変換する仕様です。なぜそんなことをするのだ。 CD 起動なら NTFS 読み書きできますが、MS-DOS からインストールする人への配慮ですね。それなら仕方がないのだ。変換が終わると再起動されます。再起動が完了しました。セット CPU-ID を起動します。恒例行事なのだ。ハードディスクへと処理が移ります。NTFS の変換が完了したと表示されます。緑の画面に変わったのだ。GUI モードに入りましたね。ここから本格的にインストールですが、見慣れていると思うので早送りにしますね。加速してないシーンはあるのだ。ネットワークにつなぐ場合は設定が必要です。後からでも設定可能ですが、サービスパックの後だと2度手間になります。なぜ2度手間なのだ。ネットワークの設定値に無印のファイルが入ります。つまりもう一度更新が必要になります。割とポンコツなのだ。サウンド関係も同じ感じです。Oh no! ちなみに大昔にサポート終了しているので、つないでハッキングされても責任は持てません。重要事項なのだ。ネットワークの設定はこれで完了です。インストールが完了しました。ボタンを押すと再起動します。やっと終わったのだ。まだです。インストールできたので外の世界を見てみましょう。ポチッとなのだ。MS-DOS が起動しました。セット CPU-ID を起動します。いつもの。あともう少しです。ハードディスクのブートローダーへと引き継がれました。NT カーネルの起動中です。キャプチャー画面に切り替えますね。何回色がおかしいのだ。グラフィックドライバーがないので16色です。サウンドのドライバーもないので音は鳴りません。それは良くないのだ。システムのプロパティを見てみましょう。CPU は6、10、7と表示されています。インテルペンティアム3
コッパーマインですね。ちゃんと偽装されているのだ。メモリは 3.2GB くらいです。X86 の32ビット環境の限界値ですね。4GB ではないのだ。デバイスの I/O 空間とカチンザしてるので使えません。それは残念なのだ。タスクマネージャも見てみましょう。現在シングル CPU 状態ですね。まだ無理なのだ。偽装解除するまで無理です。つまりサービスパック6が必要です。ではそれを入れるのだ。6を入れる前に4を入れないといけません。まずはフォルダオプションを設定しますね。初期状態だと不便なので。それは大事なのだ。ここにサービスパック4の CD があります。なんか出たのだ。自動起動でブラウザの IE3.0 が開きます。この左側にリンクがあるので開きます。CD がない場合は用意したファイルを実行します。実行するとインストールが始まります。サービスパック4のインストールが終わったのだ。ここにも書いていますね。新しいコンポーネントを入れるたびにサービスパック4を再インストールしろと。不便な仕様なのだ。リンスクス S のない時代なので仕方ないですね。システムファイルのバージョン管理がないので何かを入れるたびに好き勝手に上書きされます。それは難儀な話なのだ。再起動したのでSet CPU ID を実行します。久々に切れちまいそうなのだ。仕方ないのでカットしました。なんか変わった？取り忘れたので別撮りです。それはともかく作業の続きです。次は IE4 を統合します。いらないという人もいますが、ないと不便です。単なるブラウザなのだ。単なるブラウザだけではなく、エクスプローラがパワーアップします。使い勝手が Windows 98相当になります。それは必要そうなのだ。Windows 95に入れると重くなるだとか、不安定になるという話もありましたが、それはよろしくないのだ。NT4.0 なら特にそんなことはないですね。OS の作り自体が違うみたいです。だから滅びたのだ。インストールが完了したみたいです。OK ボタンを押すと再起動されます。再起動したので Set CPU ID を実行します。ちなみに多分これで最後です。やっと終わるのだ。ちなみに動画は続きます。ログオンすると IE4 のインストールが完了します。デスクトップが表示されました。見た目が変わったのだ。IE4 を統合したのでクイックランチが使えます。エクスプローラーを見てみましょう。サービスパック4を入れたらフロッピーを認識しました。コントローラーが新しすぎたんですね。左側にファイルの情報が追加されました。ドライブには円グラフもあるのだ。フォルダオプションを開きます。ここも結構変わりましたね。設定項目が追加されて、Windows 2000とほぼ同じになりました。それは良いことなのだ。そろそろサービスパック6を入れましょう。CD を入れ替えます。ついでにプロパティも改良されてます。ただの寄り道なのだ。この CD に入れておいたので開きます。アップデート、エクセを実行すると始まります。超加速。ここにも注意書きがありますね。コンポーネントを追加するたびに最適用しろと。相変わらずなのだ。2000からファイルの保護が実装されますが、バージョン違いのシステムファイルを保管して根本解決するのは Vista からですね。まだまだ先なのだ。というわけで再起動します。それでは起動しましょう。フロッピーはもういらないので取り出します。バイバイなのだ。電源を入れましょう。ポチッとなのだ。
BIOS 画面でコアの制限を解除します。ハイパスレッティングは無効のままです。見づらいですが、同席種によって違うので、それなら問題ないのだ。設定を保存したので再起動されます。ちなみにラストなのでノーカットです。無事に起動しましたね。ついに部屋から出られるのだ。もうちっとだけ続くんじゃ。ログオンしました。まずはようこそ画面が邪魔なので閉じます。デスクトップのウェブ表示もいらないので消します。システムのプロパティを見てみましょう。 CPU は6、10、7と表示されています。インテルペンティアム3コッパーマインですね。さっきと同じなのだけど、未来の CPU を認識するわけではないので、どういうことなのだ？ CPU-ID の超過したビットを無視するだけです。動きはしますが、正確に取得はできません。何になるかは元の CPU-ID に依存します。当然、AMD の CPU だと別のものになります。なるほどなのだ。まあ僕だけ大きな改善ですね。それもそうなのだ。続いてタスクマネージャーを見てみましょう。CPU メーターが2つありますね。ちゃんと認識しているのだ。ワークステーションなので 2CPU ですが、サーバーライセンスなら 4CPU 使えます。つまり 2600K の4個はフルに使えます。それは強そうなのだ。なわけでサービスパック6は入りましたが、まだネットワーク周りが最新ではありません。どうすれば最新になるのだ？ IE6 をインストールすると更新されます。IE6 を入れるとネットワーク周りも更新されます。統合したエクスプローラも高速になるらしいです。それは良いことなのだ。というわけでインストールします。ちなみにこれマルチ CPU だと問題がありまして、ファイルの署名の確認に30秒くらいかかります。全体ではなくファイル1つあたりです。シングル CPU だと1秒もかかりません。なぜそんなにかかるのだ？謎ですね。わからんのかい。当時暗号化周りのバグがあったような気も。それはともかく完了したみたいですね。完了ボタンを押して再起動しました。とてもスムーズなのだ。引き続き IE6 のインストール中です。インストールが完了しました。次は何をするのだ？ブラウザが入ったということは、あれをやるしかありませんね。あれ？まずは LAN に接続されているか調べます。開通しているみたいですね。それは何よりなのだ。LAN につながっているならあれも可能ですね。それはまさか。というわけで阿部寛氏のホームページです。やっぱりなのだ。無事に表示されましたね。これも色がおかしいのだ。ビデオドライはないので16色バージョンです。ちなみにそろそろ表示できなくなるみたいです。それはなぜなのだ？置いてあるサーバーが HTTPS 強制になるみたいです。HTTPS 非対応のブラウザでは開けなくなります。対応していても古い環境では証明書が切れてます。それはまずいのだ。まあ、来年6月までは猶予期間があるみたいですね。対策動画のネタにもなりますし。
需要あるのだ。それはともかく、古い OS でネットにつなぐと危険です。良い子のみんなは危険なので真似しないように。良い子も悪い子も見ていないから安心するのだ。初期状態だと自動で電源が切れません。それは不便なのだ。ファイルを入れ替えたら切れるんですけど、マルチプロセッソの場合、ダメな場合が多いです。ダメなのだ。そろそろまとめにしましょう。今時のパソコンに NT4.0 は入らなくもないです。ただし CPU-ID の偽装が必要です。セット CPU-ID を使うと偽装が可能ですが、マルチコアで起動できない場合があります。しかもサービスパック6を入れるまで必要です。毎回起動が面倒なのだ。ストレージも認識しない可能性が高いです。SATA に IDE 互換モードがあれば使えますが、AT API 室を更新しないと起動しません。円盤作りが面倒なのだ。そして最大の問題がドライバがないことです。特にグラフィックとサウンドとネットワークですね。ちなみに USB はもともと使えません。基本的に今時のオンボード機能は使えません。グラフィックは 640×480 の16色なら動きますが、色が悪いしアクセラレーションも効きません。解決策はないのだ。PCI バスがあればなんとかなるんですけど、今時ついてるマザーボードがないと思います。そこらあたりは今度にしようと思います。というわけで活用編に続くかも。まさかの続きものなのだ。いい感じのものがあったら続くと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また見るのだ。